こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん、私、誕生日でした。はい、ということですいません。早速なんですけど、今回のトピックですね。私、実は最近誕生日を迎えました。ということで、今日は日本の誕生日の祝い方だったりとか、あとは私が実際に今回どんな誕生日を過ごしたとか、あとは私がもらったプレゼントですね。そういったものをたくさん紹介していけたらいいなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まず日本の誕生日の祝い方みたいなところの文化なんですけれども、日本って結構誕生日は家族とか友人とか、あとは彼氏とかですね、そういった大事な人と一緒に祝うことが多いです。で、他にもケーキを食べたり、プレゼントを渡したりですね、そういったことをします。とか、ちょっと特別な誕生日とかだと旅行に行ったりだとか、あとはちょっといいところにディナーに行ったりだとか、そういった風にいつもとは違う特別な過ごし方をします。皆さんの国ではいかがですか？なんか誕生日こうやって過ごす文化があるよとか、国によってはもしかしたら誕生日って言ったらこれを着るとかっていう衣装とかもあるかもしれないですね。ぜひぜひあればコメントで教えてください。はいですね。で、私なんですけど、誕生日当日、実はハン君がお仕事でした。なので、ハン君とは過ごせなかったんですけど、よく私のポッドキャストに登場してくれるマイ先生いるじゃないですか。マイちゃんと一緒に過ごしました。で、私たち何したかっていうと、まず一つ目がスポッチャに行きました。スポッチャって前にもマイちゃんとのポッドキャストで実は紹介してたんですけど、ラウンドワンっていうほんとボーリングとかができるような施設があるんですが、そこでスポッチャっていう施設も併設されてることがあるんです。で、そのスポッチャではいろんなスポーツが楽しめます。ボーリングもそうなんですけど、テニス、バドミントン、バレー、バスケットボール、他にもインラインとかゴーカートとか、あとはゲームですね。マリオカートとか、あとはリズムゲームとか、そういったものも全部遊ぶことができます。で、そんなところに行って、舞ちゃんと本当に7時間くらいかな。もうずっと遊びました。で、私たちどっちももともと部活とかも運動部に入っていたので、結構スポーツ女子なんですね。なので私たち7時間ほんとぶっ通しでスポーツずっとやりまくったんですよ。なので誕生日にもうたくさん汗かいて筋肉痛になってみたいなすごい楽しい誕生日をはい、過ごさせてもらいました。で、スポッチャの後ですね、舞ちゃんと一緒にニノニっていう、九州のエリアにある中華の居酒屋さんに行きました。で、そこめっちゃ美味しいんですよ。もう私と舞ちゃん結構毎月のように行ってるんですけど、誕生日何が食べたいってなって、やっぱりいつものニノニ行きたいってなって、二人でニノニに行きました。で、そのニノニに行くのも7時間ずーっと運動した後なのに、自転車に乗って20分か30分くらいかけて、ニノニまで行って、そこで二人で乾杯ってしながら美味しい餃子とか中華料理を楽しみました。もうそれもめっちゃ美味しかったんですよ。いつも食べてるお店ではあるんですけど、やっぱり特別な日に食べるってめっちゃ美味しいですよね。で、ニノニの後はもうめっちゃお腹いっぱいだったのに、なんかやっぱ誕生日だし、ケーキは食べたいってなって、舞ちゃんと一緒に2軒目にケーキが食べれるお店に行きました。で、二人でケーキ一個ずつ食べてですね、誕生日祝ってもらいました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。なんか次の日、筋肉痛でほんとベッドから動けなくなっちゃって、私も今までもう20何回誕生日迎えてきたんですけど、こうやって筋肉痛になるくらいはしゃいだ誕生日は初めてだったので、はい、すごいいい思い出になりました。はいですね。で、そしたらですね、今回私、プレゼントをたくさん実はお友達とか、あとはハン君とか家族からもらったんですけど、ちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。はい、それではまず早速なんですけど、まずはハン君からもらったプレゼントから紹介していきたいと思います。はい、ということでちょっと大きいんですけど、今回ハン君からはスーツケースをもらいました。
私実はもう10年くらい同じスーツケースを使っていて、で、お気に入りだったし、ずっとまだ壊れてないので、全然問題はないなと思ってたんですけど、ハン君がそのスーツケースを見てて、新しいのを買ってあげようかなと思って買ってくれたみたいです。ちょっとめっちゃ色も可愛いんですよ。こんな感じで、ちょっと大きいですね。水色とオレンジ色のスーツケースです。私普段結構ピンク色の洋服とかばっかりなんですけど、こんな感じで水色とかオレンジとかのものってあんまり持ってなくて、なので自分では絶対選ばない色なんですけど、もう見た瞬間もうめちゃくちゃ可愛くて、もうハンクに感謝です。こうやって新しい色とか新しいものに出会うって、やっぱりプレゼントならではの体験かなと思うので、はい、すごく嬉しかったプレゼントの一つです。こんな感じですね。これからこれを持っていろんなところに行きたいなと思います。はい。そしたら次、舞ちゃんからもらったプレゼントなんですけど、舞ちゃんからは2つもらいました。まず1つ目が、じゃん、手作りのポーチです。こんな感じで、紐があってこうギュッて縛ると、こうやってポーチになるんですね。こうやって手作りで編んでくれたみたいで、毛糸ですね。もうめちゃくちゃ可愛くないですか？こんな感じ。はい。ですね。このポーチと、あと、舞ちゃんからもらったのが、このモフトのスマホのスタンドです。これ知ってますか？モフトってめちゃくちゃ良くて、私、舞ちゃんがずっと使ってたのを見てたので、なんかそれいいなっていうのをずっと言ってたんですよ。で、今回舞ちゃんがこれを買ってくれました。これどうやって使うかっていうと、こんな感じでスマホがあるんですけど、スマホにこうペタってくっつけるんですよ。で、こんな感じでペタッとくっつけたら、もうあとはこんな感じで使うことができます。こんな感じで立ててもしっかり使えますし、あとはこんな感じで縦にしても問題なく使えるんですよ。これもうめちゃくちゃ便利で、これから撮影にも使っていこうかなと思います。これのいいところが、こんな感じでスマホの裏につけていても邪魔にならないんです。でもちろん軽いですし、薄いので全然もう問題なくこうやってつけたまま持ち歩きができます。いや、本当にまいちゃんありがとう。ということで、まいちゃんからはこんなポーチと、あとはスマホスタンドをもらいました。そして、私のお友達からなんですけど、お友達からはなんと、じゃーん。こんな感じで、シャンプーのセットをもらったんですね。ちょっと開けていきたいと思います。はい、ということで開きました。中身なんですけど、まず、これですね。これがシャンプーです。で、シャンプーと、あと、コンディショナー。こんな感じですね。コンディショナーと、あとは、お風呂上がった後につけるトリートメントですね。はい。ということで、ちょっと洋服がピンクなので分かりづらいかなと思うんですけど、シャンプーとコンディショナーと、あとはお風呂上がった後に使うトリートメントをもらいました。どうですか？これ、実はリファっていうブランドなんですけど、日本でも結構女の子に人気なブランドの一つで、これ私の憧れの商品の一つだったんですよ。なのでもうこれが届いた時もうめちゃくちゃ嬉しくて、まだちょっと使ってないです。なんかもったいなくて使えないんですけど、特別な日の前日とかにしっかり使ってこう気分上げて、はい、特別な日を迎えれるように使っていきたいなと思います。はい。で、そのお友達なんですけど、実はもう一つプレゼントをくれました。ちょっと写真出すんですけど、こんな感じですね。これ何かわかりますか？これ餃子なんですよ。札幌の有名なお店の餃子らしくて、で、私北海道行ったことなくて、餃子が有名っていうの知らなかったんですけど、そのお友達が北海道の人で、実は。で、北海道で実際に食べて美味しかったお店の餃子を冷凍で送ってくれました。もう一つがめっちゃ大きいです。一粒60グラムあるみたいで、もう食べたら口の中にもうお肉の味が広がる感じ。もうめちゃくちゃ美味しかったです。で、これもハン君と一緒に食べたんですけど、すごい二人とも気に入ったので、もう一回注文しました。さっきのトリートメントと、あとは舞ちゃんからもらったスマホスタンドと、あとこの餃子のお店ですね。全部概要欄に URL 貼っておくので、気になる方とかぜひぜひちょっと見てみてください。いやもうめっちゃ美味しかったです、餃子。もう本当に、もし今日本にいる方とか、もし日本に来る予定があって、しかも宿泊先にキッチンがあるよとかっていう方、ぜひぜひちょっとこの餃子食べてみてほしいなと思います。はい。そして、私のお姉ちゃんからなんですけど、お姉ちゃんからは、じゃんリュックをもらいました。どうですか？めっちゃ可愛い。
リュックサックをもらったんですけど、このリュックすごいところがあるんです。実は後ろちょっと見えづらいんですけど、ここにベルトがあるの見えますか？これってスーツケースにこうガシャンってつけることができるんですよ。それこそ私が最近パソコンを使ったお仕事を始めているっていうことを知っていたので、で、しかも私が今これからいろんなところに旅行とかお仕事とかで行きたいなっていう話をしていたので、なんとスーツケースにつけることができるタイプのリュックサックを買ってくれました。で、後ろこの背中のところですね。ここにもパソコン入れることができたりだとか、それ以外にも結構このリュック大きくて、薄く見えるんですけど、中にしっかりポケットもあるので、すごく便利に使えています。はい。っていう感じで、お姉ちゃんからはリュックをもらいました。プレゼントをたくさんちょっと紹介させてもらったんですけど、本当にいろんな人からたくさんのプレゼントをもらえて、本当に幸せでした。はい。こんな感じで日本ってプレゼント交換みたいな感じで、誕生日にプレゼントあげる。で、また自分の誕生日にはプレゼントをもらうみたいな感じで、プレゼントをですね、毎年こう渡し合うような文化があります。他にもメッセージでのやり取りも結構するんです。夜12時ぴったり、日付が変わった瞬間に、誕生日おめでとうみたいな感じで、そうそう、メッセージを送るとかもよくあります。前にドライブの動画で一緒に出てくれた真帆いたじゃないですか。私の幼馴染なんですけど、真帆はもう12時ほぼぴったりくらいに、誕生日おめでとうって送ってきてくれて、はい、そういったのもすごい嬉しいですよね。日付が変わった瞬間からメッセージもらって、で、その日一日誰かと過ごして、プレゼントもたくさんもらってって、誕生日って本当に一日自分が主人公になって、幸せに過ごせる一日かなと思うので、はい、今年の誕生日もすごく幸せで楽しく過ごすことができました。はい。で、次の日なんですけど、ハン君がお仕事お休みだったので、はい、ハン君と一緒に過ごすことができました。まず、ハン君と一緒に焼肉を食べに行って、で、ハン君ってもともと料理とか、あとはスイーツ作りとかが大好きなので、私からこのケーキが食べたいっていう風にハン君にリクエストをしてたんですね。そのケーキがミルクレープっていう、クレープの生地にクリーム塗って、またクレープの生地乗せてみたいな風に何層もこう層を作ったケーキなんですけど、ハン君にこれが食べたいってリクエストしてたので作ってくれました。こんな感じです。どうですか？めっちゃ綺麗じゃないですか？で、味も本当に美味しくて、もうこれペロリでした。結構大きいサイズ作ってくれたんですけど、ハン君は多分ワンピースかツーピースくらい食べて、あと全部私が食べました。もうめっちゃ美味しくて、ダイエットとか忘れて、一旦たくさん食べました。はい。ということで、誕生日はですね、舞ちゃんともケーキを食べましたし、ハン君ともケーキを食べて、はい、今年はケーキ2個食べることができました。めっちゃ美味しかったです。はい。で、やっぱりですね、なんか子供の頃の誕生日と大人になった後の誕生日ってちょっと違うなって最近気づいて、子供の頃ってもう誕生日って言ったらケーキ、美味しいご飯、そしてゲームを買ってもらうみたいな、なんかもう自分がやりたい、これが食べたいみたいな、こう欲望に近い一日を過ごしてたんですけど、大人になった時の誕生日って、なんかこう誰かと過ごすみたいな、その誰と過ごすかっていうところにすごくこう自分は特別感を感じていて、もちろんプレゼントもたくさんもらって嬉しいなって思うんですけど、それ以上にやっぱりこの友達と過ごすとか、大事な人と過ごすとか、そういったこう誰と過ごすかみたいなところにこう考えがいくようになったっていうのがなんかすごくこう大人になったなと思いました。最近はもうこうやってプレゼントもらって本当にすごく嬉しいんですけど、それ以上にやっぱりこう一緒に過ごした時間とか思い出とかがずっと残っていくので、やっぱりそういったものが本当に嬉しいなと思うようになりました。なので今年プレゼントもたくさんもらったんですが、舞ちゃんと一緒に遊んだ一日だったり、ハン君と美味しいもの食べてケーキ作ってもらってっていうところで思い出もたくさんできました。皆さんは誕生日どうやって過ごしますか？なんか最近誕生日だったよとか、これから誕生日だよっていう方、どうやって過ごしただったり、どうやって過ごしたいみたいなところ、ぜひコメントで教えてください。はい。で、日本では結構誕生日に、1年の抱負ですね。私今回7歳になったんですけど、27歳どうやって過ごしたいかみたいな目標をこう考える文化があります。
早速私も皆さんに27歳の目標っていうところで、私ですね、まずはやっぱり日本語のコンテンツだけじゃなくて、日本を知ることができたり、なんか日本人のお友達ができたって皆さんが感じられるような、そんなこう皆さんとの距離が近くなるようなコンテンツをもっと作っていきたいなと思っています。で、他にも、ずっと言ってるんですけど、外の撮影を増やしていきたいんですね。で、やっぱり外の撮影って編集とかもすごく大変になっちゃうので、今はなかなか他のこともやることがたくさんあって、ちょっと手が回らず、外の撮影になかなか行けてないんですけど、やっぱり今年1年どんどんそれを増やしていきたい。で、皆さんに日本語とか日本の文化を私が話して伝えるだけじゃなくて、実際にこう一緒に日本を旅行しているような気分になれる動画をこうどんどんお届けして、日本のリアルみたいなのを一緒に見ていけたらいいなと思っています。そして、なんといってもメンバーシップをスタートしたい。やっぱりメンバーシップスタートできたら、皆さんとこうやって動画を通してではなくて、なんかこうオンラインでつながって皆さんとこう直接お話しできるタイミングとか機会ができるんじゃないかなと思っています。なので、ちょっとそこに向けて今しっかり準備をしているところです。で、他にもやっぱりこうまだ YouTube の登録者とかだったり、そういったところもまだまだ頑張っていかなきゃいけないところなので、ぜひぜひこれ見てる方応援してるよとか、もっとこんなコンテンツが見たい、楽しみっていう風に思っていただける方、ぜひぜひ登録だったり、いいねだったり、あとはですね、通知とかもオンにしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、今日はちょっと私のお話になっちゃったんですけど、最近誕生日を迎えたということで、こんな風に過ごしたよとか、こんなプレゼントもらったよっていうのを皆さんにシェアさせていただきました。いかがでしたでしょうか？もう本当に、伝わったかなと思うんですけど、もうめちゃくちゃ幸せな誕生日を過ごさせてもらいました。そうやって皆さんにもらったパワーをですね、これからの自分のこういった YouTube の発信とかの活動のパワーに変えていけるように頑張っていきたいなと思います。皆さんの国では誕生日どうやって祝いますか？特別な祝い方とか特別な文化があったり、あとは私はこういう誕生日を迎えたいみたいなことあればぜひぜひコメントで教えてください。他にも最近誕生日だったよっていう方いらっしゃいますか？もしいらっしゃったら、コメントで送ってください。私からおめでとうっていうメッセージを送らせてもらいます。ぜひですね、一番嬉しかった誕生日プレゼントとか、あとは今までで一番嬉しかった誕生日の過ごし方とか、そういったのも皆さんの思い出だったり教えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね